日本の政権問題について世界的に極右政権が政権を取る形になっていますが、日本は石破政権、私的にはリベラルな考えの方が政権を握っていると考えます。外交政策として世界を右に動く中で日本だけリベラルな戦略を取るって考えるのですが、うまくいくと思いますか？右が言ってるというより、右と左が極端に動いているという話ですね。例えばドイツとかはちょっと前まで、原子力発電いかんよねっていう左側の人たちが連立政権に入ってたりしてて、中道よりも右と左が増えていて、極右に揺れたり極左に触れたりっていうので動いてるんですよ。なので、ぶっちゃけで言うと、政治が何やっても先進国うまくいかないんですよ。このうまくいかないっていうのが何かというと、優秀な人は稼げるけど、優秀じゃない人は稼げないよねっていうのが、先進国は明確になっていて、で優秀とは何かっていうと、一般的な人たちより成果を上げる人たちというのが優秀なんですよ。人口比率でいくと、多分3割優秀な人がいて、7割が凡人として苦労するんですよ。先進国っていうのは3割だけ幸せ。で、7割は不幸。ここだけ見るとね、経済的には。ってなると、エリートが幸せになってるよね。でもそうじゃない方がいいよねってなると、7割の人たちっていうのが何とかしたいっていうので、右に触れたりとか左にしたりって触れたりするんですけど、構造的にはもう無理です。これがなんで無理かっていうと、ものづくりというのが先進国じゃなくてもできるようになっちゃったんですよ。中国でも物作れるし、インドでも物作れるし、アフリカでも物作れるので、先進国の凡人の人たちっていうのが同じことをやって同じ仕事をしてたとしても、発展途上国の人と同じぐらいの給料しかもらえないんですよ。例えばじゃあタオルを作りますって仕事があったとして、で、それが中国で作られたタオルなのか、日本で作られたタオルなのかってもう区別つかないんですよ。だってタオルって機械で作るから。人が一生懸命縫ってタオル作るわけじゃなくて、機械で作るので、機械を動かせるという能力があれば、それは中国の人でもベトナムの人でも日本の人でもイギリスの人でも変わらないんですよ。でも、タオル1個の値段というのは、世界中どこでも大して変わらないんですよ。ってなると、中国で売られているタオルの値段で世界中統一されるんですよ。一番安いところで統一されるんですよ。一番安く作れるタオルをみんなが買うから。なので、中国の人は、タオル売れるじゃん、やった。でも、日本の人は、中国の人と同じ給料でタオルを作らないと、生活できないレベルの価格でしか売れないんですよ。中国のタオルが1枚100円で作れるとして、でも日本の人は、じゃあ給料高くしなきゃいけないから、1枚1000円ですって言っても買わないんですよ。もちろん質の高いタオルだったら別ね。でも同じような機械を作って同じように作れるものであったら、それは安い方になるよねっていうので、なので先進国の人たちっていうのは基本的には給料は発展途上国と同じ金額になってしまうんですよ。ブランドがあればいいんですけど、ブランドがない仕事の話をします。今治のブランドとかで、今治タオルとかであれば、これは全然値段上げられるんですけど、そうじゃなくて、ブランドがないタオルだと、中国製でも日本製でも別にインド製でも変わらんよねってなってしまうので、なので給料というのは発展途上国の人と同じ給料で生活をしなければならないと。で、それはきついよねっていうのが今先進国で起きてるんですけど、この問題って、このままいくら政治家が頑張っても解決不能なんですよ。日本のお金のない人がみんな今治のタオル買えますかっていうと、買えるわけないじゃん。金ないんだもん。金ないから100円ショップで物を買うんですよ。100円ショップのものは中国で作られてるんですよ。なので、日本の製品はより売れなくなり、中国の製品はより売れるんですよ。で、そうなると、日本のタオル屋さんはどんどんお金が入らなくなるから、どんどん苦労してお金もないから、で、他の産業もお金がないから、他の産業の人もみんな100円ショップで物買うじゃないですか。100円ショップで物買うと、そのお金が中国にずっと流れるんですよ。中国とかインドとかバングラディッシュとかね。っていうので、どんどんそのお金のない人が買うものによって、海外の商品がどんどん売れ、日本の商品がどんどん売れなくなるっていう悪化の一途なんですよ。で、エリートの人たちっていうのが NISA っていうのがありますと。オルカーンとかって書いてる人いると思うんですけど、NISA っていうので投資する人の多くは、アメリカとか海外に投資をするんですよ。なので、お金のある余裕のある人は、海外とかアメリカに投資をし、日本に投資をしません。お金のない人は、100円ショップとかで中国とか東南アジアの商品をいっぱい買います。日本の商品買う人もいないし、日本に投資する人もいないんですよ。量が少ないってことね。日本に投資する人も減るし、日本の商品も買う人も少なくなるわけだから、それは日本で一生懸命働いてるのはお金回らないよねっていう、至極当たり前の話なんですけど、ということが今世界中で起きていて、これ日本だけの話じゃなくて世界中で起きてる話なんですよ。一般庶民というのは、じゃあこれは政治なんとかしてもらいたいって言って政治に期待するんですけど、政治家というのは基本嘘つきで、綺麗事だけ言って実現力のない人たちっていうのがいっぱいいて、で、右も左もこうずっと右往左往してるけど結果変わらないよねっていうね。
正社員と非正規雇用の給料が違うのは身分差別ですよね。日本が同一労働同一賃金を実現するにはどうすれば。いや、僕も同一労働同一賃金にすべきだと思ってたので、石破首相が同一労働同一賃金にした方がいいと言っていたので、石破さんが首相になったらきっとそれをやってくれるんだろうと信じていたんですけど、全然やってくれないですよね。なので、日本の場合は自民党に任せての無理なんだなというのが分かったので、ある程度正社員側の人たちというのは、同一労働同一賃金なんてマジどうでもいいよね。非正規雇用の人とかいうのは、使い古して病気になった働けなかったとかでも知ったこっちゃない生活保護行けばいいよねっていう考え方もあると思うんですけど、僕はなんか、長期的には同じチャンスを与えて、無能だと思われた人にも同じチャンスを与えることによって結果として伸びる場合というのがあるというふうに思ってるんですよ。能力というのは結構難しくて、学校の勉強というのが社会に出ても役に立つことってそんなにないんですよ。でも大学の学歴がいい人がなぜ社会で活躍している割合が高いかっていうと、もともと頭がいいやつは大学の受験の勉強も普通にできるから結果としていい大学に行ってしまうよねって話で、もともと頭がいいやつは何の仕事してもそれなりに成果出すんですよ。で、もともと頭がいいやつはまず置いときましょうと。別にそんなに頭がいいわけじゃないけど、この仕事に向いてるよねっていうタイプの人がいるんですよ。例えば、接客業上手い人。飲食店で働いていて、料理とかこれ今日美味しいんですよとかっておすすめして、確かにこれ美味しいよね。これに合うんだったらこの日本酒いいですよとか、この焼酎いいですよとか、このワインいいですよとか勧めて飲んでみて、あ、そうだね、確かに、いいね、みたいなので、お客さんも喜んで帰るし、お店も売り上げが上がりますよ、みたいな、コミュニケーション能力が高いというのは、大学受験にとっては0点です。大学受験にそれを調べる科目はありません。料理を作る技術もそうなんですよ。美味しい料理が作れる能力。ちょっとした塩分が入ってるだけで、これ塩入ってますよねとか、これ塩がないけどもしょっぱさを出しているのは、塩じゃなくて酸味を使って塩分っぽさを出しているだけで、実はこれ塩分ゼロだけど塩分が少ないという感じがしないような形で作ってますよねみたいな感覚が強くて言語ができて、でさらにそれが実現できるような人っていうのも大学受験すると0点です。その能力が報われることはないんですよ。なので能力値というのは仕事によって求められる能力値は違うんですけど、日本ってなぜか大学に入るペーパーテストというのができる人は優秀である。そうじゃないやつは優秀でないというふうになるんですけど、で、今コメントでね、左官校っていうのがあったんですけど、これね、僕、壁を見るとね、日本と日本じゃない国、大体わかるんですよ。これ多分、僕以外の人も結構わかると思うんですけど、壁と床のつなぎ目とかっていうところで建築物がやっぱ他の国ってね、そこら辺すっごい適当に作るんですよ。コンクリートの毛羽感とかが出ちゃったりとかがそのまんまって多いんですよ。他の国って。でもね、日本でね、あんまり見ないんですよね。コンクリートの毛羽の残ってる建物とか。もちろんフランスとかでめちゃくちゃ金使ってる建物とかはすごいちゃんとします。これは日本と比較できないレベルでいいんですけど、一般的な建物とか、例えば中国とかで行くと、この壁の塗り方は日本だったら絶対やんないよねっていう、コンクリートって基本的にはその石とか砂利とか細かい砂ができてるので、なので基本的にはね、塗ったばっかりってザラザラしてるんですよ。で、これをザラザラしないようにコテでこう平らにしていくんだけど、コテというのはあくまでこのサイズなので、コテを押して横に動かすと、このコテのない部分に、コテを押した部分と押してない部分で、へこんでる部分と膨らんでる部分ができちゃうんですよ。コンクリートが変わりますと。で、コテを押してこうやるので、こっからこう押すと、ここが出っ張ってますと。っていう感じで、コテを動かしてない部分は出っ張っちゃうというのがあって、その出っ張りをどうやって減らしていくかっていうのが盛んの技術なんですけど、で、これを何度も何度も細かくやるっていうパターンとか、力の加え方を変えるとか、出っ張りの部分を全部こう寄せて、すごく細かいところに全部合わせて、筋ができないようにするとかっていう、この形で、この形状で、このコンクリートと湿度と水分量だったら、この形でこうやればできるよね。で、もちろんね、不器用な人が何度も何度もやり続けて完璧な状態にするのは時間をかければできるんだけど、この感じだとこうだよね、みたいなのね、割と一発でやったりする人っているんですよ、盛んの日本の人は。っていうのが、他の国だと多分ね、そんなにいないんですよね。一発でやる盛んの人というのが日本はいて、で、それが当たり前だよねっていう風に見て、日本の盛ん校の人は育ってるんですよ。普通の人って盛んできないと思うじゃないですか。
でもこっちとかアメリカの人って素人が別に家の壁塗るとかやるんですよ。すごい下手なんですけど、でもそれが当たり前だと思っちゃうんですよ。なのでそこら辺の技術とか努力というのは、結局その大学受験というので報われない、評価されないというのがあるんですけど、でもそういうのというのは才能だったり努力だったりするんですよ。才能と努力というのは仕事をやっていく中で初めてこいつすげえみたいなのがあったりするんですけど、ただそれが日本の場合って大学受験が上手い人は正社員。でも大学受験上手くなかった人は非正規雇用っていう形で、本当は働かせたらめちゃくちゃ優秀になれてる人が、残念ながら非正規雇用という形で能力を発揮できないというのはよろしくないなと思います。はい。これがだから難しくて、盛んに向いてるかどうかってやってみないとわかんないんですよ。今の盛ん校としてやってる人が、生まれた時から俺盛ん超得意とか思って慣れたわけじゃなくて、多分たまたま流れ着いた仕事が盛んだったんだと思うんですよ。でもやってみたら、すごいね、うまいねってなって、仕事がいっぱい増えて、給料も上がってくって話だったりするので、盛んに向いてるかどうかわからない以上はいろんな仕事を試してみる。これ盛んだけの話じゃなくて、接客の話とかもそうなんですけど、多くの人というのはいろんな仕事を試してみて、そこで合う仕事があったらそこで能力を発揮するべきで、能力を発揮してる人は正社員であるとかではなく、その中でちゃんと評価されるという仕組みにした方がいいなという話です。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。